担当された役割みたいなのをまず最初に教えていただきたい。はい、役割としては企画そのものの立ち上げ、提案自体が自分ですので、まず内容の作り込みからやっていくっていうのと、あとは今回のデカール部分のデザインなどもチームのメンバーで一緒にデザイン一から考えたりしまあ、割と今までずっと大きい飛行機が、まあ、76とか、9400を選定した経緯みたいなのがあるかもしれない。経緯としては、まず別の映画ジェットの方を先に持っていて、ジェットの方に主要艦船キープするようになっているんですけども、なかなかこう機体数も少ないですし、見る機会っていうことをする機会っていうのが少ないなっていう自分の中でも思っているところがあるっていうのがあって、今度は地方路線でタイアップして楽しんでいただける機会がここで増えるといいなっていうので、今回地方路線でそれが始まったのって大体いつぐらいから始まった感じですか？企画自体はちょうど1年前ぐらいから始まりました。通常はポケモンにしても、ポケモンの会社さんの A で声かけをいただいて、こういうデカールだったり塗装だったりっていうのをやりませんかっていうので始まるのが通例です。今回は社員提案があって、こういうのをやってみたい発案をして、ここまで実現しましたっていうのがちょっとこれまでのデカールとか、ペイントと違うところになります。これ、井野さんに聞いていいですか？はい、これって、もともとの鬼滅では94は入ってなかったと思う。入ってないです。じゃあそれで提案型で追加でやることになる。それをアニプレックスの方に、話をして、94でもやりたいです。こういう珍しく、A の映画から相手側にご提案したりとか、なんか周りの人に最初言った時になんかみたいな風に言われたりとか、なんか最初のファーストインプレッションどんな感じ？近いところでこういうのをやりたいなっていう発信をして、なんですけども、今までその機内にデカールを貼るっていうのをここでテーマでやっているんですけど、それがあんまり前例がなかったので、皆さん想像がつかないといいますか、イメージがつかないところもあったと思うんですけども、本当にできるのっていう感じが多くなった、そこを乗り越えて今回原石でデカールを貼るっていうことが実現できたことはすごい嬉しいですし、今後もっと大きなデカールだったりとか、新しいワクワクの一つが作れるんじゃないかな。ありがとうございます。今回、地方路線担当っていうと、例えば長崎なのとか、そこら辺のうちもちょっと大きい飛行機っていうのも十分選択肢があると思うんですけども、ちょっと先ほどした話質問とかちゃうと思うんですけども、あえてブロックの方にこだわった理由っていうのは何かあったりするんですか？そうですね。機内のエンターテインメントがないので、短い時間の路線ではありますけども、その中でも何かこうお客様が搭乗中に楽しめることがあればいいなっていうと、あとは今回イングスの方とやらせてもらってるんですけども、そういうのいいねって私が提案を出した時に、
今回デザインの方も、皆さんのチームに担当されてあってデカールのデザインでこだわったところとかこういうところを出したいやつとかそういうところってあったんですか？まずは ANA とのタイアップしているキャラクターたちを全員登場させたいなっていうのがあったのと、9400でのタイアップということで、それがあるんですけど、ここが9400ならではというところをこだわって出たりしました。大きな人が触れるスペースにもなっている前例があったというところで、少し進めやすくリラスさんです。ちょっと聞きたいんですけど、熱具側ってなかなか見る機会が少ないような気がするんですけど、なんかどういった時に見れますか？スポットから出ていく際であったり、飛んでいる甲虫が降りるときに何でその空港の展望デッキとかから見る感じそうですか、全部可能だと思います。はい。